って仕事をさせてもらえんっていうのがすごい精神的にきつかったね、100人に言うて100人信じてくれんけど、いきますよ。お待たせしました。まずは石川県はやっぱり鮮度が命。切って握って出す。傷みにくくなるでしょ。今からどちらに持っていかれるんでしょう。だから毎日口のとマーケットへ納めております。もうかんぴょうもね、買ってきたかんぴょうじゃない、自分で炊いとるよ。よし、巻きます。あんま締めんようにね、こういう感じでふわっと持ってきたね。端っこお得やね。ちゃっかり。役員やられているんですか、はい、町の。はい。今一番主に観光協会の町の会長をしております。川口さんにとって宝達新光町はどんな町なんでしょうか。自分の生まれ育った町でもあって、店もやらせて30年近くやらせてもらって、すごいもう僕の人生に欠かせんかけがえのない町やね。今からお店に帰られて仕込みされる。今からここに品物を納めた後は、お魚が届いてる感じになってますので、お魚の仕込みしたり煮物を炊いたり焼き物焼いたりっていう感じで開店準備になります。コツはね、内側から乾かす。おいくつの時からやられてたんですか。これ実は高校生の間だけ。中学生は坊主やったから。そうなんですか。そう。今日バッチリ決まったなっていう日はやっぱ機嫌いいしね。今日のリーゼントはバッチリ決まったみたいな。この頭トサカ立てとらんは、ちなみにこれはポンパドールっていう。だから正確な名前で言うとポンパドール&リーゼントねんってね。なるほど。自家製の自家製リーゼント。私が毎日こしらえております。こっち石川県ではサワラって言うけど、
富山のいたザスとかザシとかザシとかいうかね、赤身でもねこういうトロの上におる赤身で、赤身は赤身でも結構美味しい赤身です。トロに近いところですそうです。高校は地元の宝達高校で100人に言うて100人信じてくれんけど、私大学卒業してる。今でいう星稜大学、僕ら通っとった時は金沢経済大学で、そう大学通いながら、まあもともと寿司屋しようと思っとったから、そうなんですか。そう昼は大学、夜は寿司屋の皿洗いみたいな感じで4年間、でその4年終わった後にそのお店引き続き3年間、僕の中では7年ほどそのお店にお世話になったっていうかね。そうで25歳26になるちょっと前にこのお店平成9年にオープンして、記憶にないけどね、小学校1年生とかね、そんな時代からもうお寿司屋になるって言うとったらしいね。小さい頃の夢を叶えたっていう形にもなるなんかもわからんけど、もう一本道できたね。これ以外の仕事したことないし、人気のネタとかメニューって何でしょうか。そうだね、お寿司のネタで言うとやっぱ今これさばいとるこのバイ貝とかね、さっきのイカとか、でまあ王様はマグロやけどね、一元さんとかね、うち初めておいでる方はそういう盛り合わせとか、そういうのを召し上がって、まあ、最初にまず腕試しじゃないけどね、川端はどんなもん出すんやみたいな。ちょっと粘る。粘れな。うちの隠れた人気メニューでサバの押し寿司、バッテラとかね、それ用にそのまましめサバでもいいけどね、でたっぷりの塩、もうこれでもかっていう。自分のとこでそんなたくさん焼かんけどね。うなぎのかば焼きですか。そう、お寿司の握り用やね。まあ買ってきてもそれまでねんけど、やっぱ手焼きでね、手焼きのうなぎ美味しいしね。でうなぎのタレもまあ後で見せるけど自家製で継ぎ足し継ぎ足しでやっとるから、香ばしさみたいなのも欲しいからね、やっぱちょっとは色つけるけど、焦げがあるほど焼くしておるけど、あそこまでは焦がさない。お湯に入れて余分な油を抜きます。うなぎにしたらやっぱこう油が多いので、こうタレが油で弾いちゃって色がつきにくいんや。だからこの油抜きの作業はすごい大事で、結構もう30年間、まあ、店した時に作ってからこう継ぎ足し継ぎ足しでこういろんな料理にも使うんやけどね、まあ1回塗ってこんな感じ、だんだんこう何回か塗っては焼いて、
うちのお寿司の卵焼きは卵に酒と砂糖とあと調味料少々な感じの甘い卵焼きなんやけど、こうやってアルコールを一旦飛ばす。でそれに調味料足して巻いていくような形なんかどんな効果あるんですやね。まあ平たく言ったらもう酒臭さがまず抜ける。お料理屋さんやったらみりんもこれやるね。私はまあみりんはそこまでしないけど、卵焼きの場合は一旦アルコール飛ばす。30年以上か？銅の、純銅製で、はいはい、俺が見習い時代にこの卵焼きを焼く練習をその寮に帰ってするために自腹で30年前でも2、3万したと思う。で磨いたり焼き入れたりしてこう手入れして、こう30年間使われてるんだ。もうベコベコやけどね、教訓っていうかね。茶色くするとね、巻いた後にその茶色いところで割れるんやね。もうくっつかないっていうかね、卵同士がもう焦がさないで巻くっていうのが、まあ、一つあるとすれば一つやね。ほとんどこっち左で、こっちはもう添えとるだけ。こういう感じ。最後のね仕上げがもしかしたらカット案件になる仕上げが難しい。もう巻くっちゅう作業はどうして結構育ってきたよ。でっかいですね。やっぱ10個1パックやから、はい、焦がさないって言ったでしょ。はい、だから最後の表だけ焦がすんです。なるほど。はい。卵が香ばしく、甘苦くなって美味しくなるっていう意味もあるんですけど、一番重要なのは傷まさないっていうのが、まあ、最重要で、傷みにくくなるでしょ。炭って傷まないじゃないですか。こういう感じで表ちょっと焦がすんです。これで出来上がり。焦がすとでこう巻きすでこう固めて形を整えて冷ます。コシヒカリです。これはまたずっと継ぎ足しの、以前かんぴょう炊いた煮汁を取っといて調味料を足すと。でこういう継ぎ足しでかんぴょうを炊いてます。醤油を薄める道具っていうのが日本酒なんです。だからうちのかんぴょうは水を一滴も使ってないです。無水かんぴょうやね。はい。もう酢を作られてしまってる。そうもう昆布とかいろんな調味料を合わせて寝かせてやる。もうこれも地元産コシヒカリをずっと使い続けて、今お米も高なっとるけどね、もうそれだけは守り続けてね。やっぱお米で全然違います？今やったら新米時期やけど、やっぱ新米はちょっと水分が多くて、こうシャリに使いにくいっていうかね。だから年内は去年のお米使うように小米やね。味の決め手はやっぱお酢やし、あとはこの合わせ方はやっぱり熟練っていうかね、
慣れないと素人さんじゃちょっとこの酢合わせは難しいよね。まんべんよくで一粒一粒独立させるっていうか、こうダマになっとったらダメっていうかね。よく怒られた、うまくできん時は。よいしょ。この酢も実は30年継ぎ足しそう最初の新品の酢ってやっぱり強いげんは酸っぱいし、歴代のサバがこう出したエキスが入ったちょっとこう酢の当たりが柔らかくなっとるってことで、やっぱよそでつけたしめ鯖とやっぱちょっと一味違うんじゃないかな。包丁って研ぐとやっぱ金臭いっていうか、鉄粉臭いっていうかね、だからそんなあるから閉店後するとね、明日の朝には取れとれってね。だから包丁研ぐのはね、言うたら閉店作業やね。こう指で押さえるとこうずらしながら研ぎたいところをこう研いでいく。刺身切る時こうカーブあった方が切りやすいっていうかね。だからここはこうあえてちょっとこう円形で研ぐっていうか、こうそうでこう、まあ今研ぎ終わってね、新しい包丁と並べてみたけど、約30センチで、この包丁もそもそも一尺やったんです。同じ長さやったんです。そうだから私あんまり包丁武将で研がないたちやけども、毎日研ぐ人やったら2年でこの包丁なくなっちゃうね。そうなんだ。大丈今日のリーゼント何ですか？夫。バッチリ。味見終了。修行は認められるまでどんな感じで進んでいくんでしょうか？そうやね、まあ一般的には10年とか言うたりするけど、極端なこと言うたら本当に1年もやれば勘のいい子は結構使えるぐらいにはなる。けどやっぱ伊達に年数重ねんっていうかね、やっぱ何年もやれば身につく技術もだんだんこう高さもないけどこう深みが出てくるっていうかね。だからやっぱ最低でも3年5年とかねした方がいいんじゃないかな。僕はまあ本当に大学出てからは3年でしたけど。最初は皿洗い。そうやね、皿洗い出前でお客さんのねこう接客みたいなのお茶出したりとかね、ああいうとこからでお魚の取り扱い方を親方に習ったりとか、そういうまかない作ってこう料理のいろはを教わるとかね、そんな感じからスタートやね。まあ本当にお客さんの前に立ったのもこっち帰ってくる1年ぐらい前かね。それまではもうとてもじゃないけどお客さんに出すのをやらせてもらえなかったっていうかね。まあでもその下積み時代ですごく大事でね、僕らなんて本当に早く仕上がりたいっていうか早く一人前になりたいっていう気持ちがあるから、そういう気持ちになっとるこう干す期間っていうかね、触らせないっていうかね、だからもう言うたらスポンジで言うたらカラッカラな状態にするわけよ。でそこにこう仕事を教えてあげることでこうカラッカラのスポンジにこう水が入っていくようにこうギューッとね覚えも早くなるっていうか貪欲になるっていうかね、でそういう干す時間っていうかそういう意味もあるんかな、その何年もやるっていうのはね。今日来てすぐ教えてもらえるっていうのはあんまり価値がないでしょ。やっとこれをさせてもらえるようになったっていうありがたく仕事をするようになるから、そういうのも大事かなと。厳しかったですか？厳しい。もう我々は教えてもらったのが昭和時代の人だから、相手がねもう
殴る蹴るまでいかんけどねでもそんなのってあんまり大したことないんですよ。さっきシャリ切る時にもちらっと言いましたけど、はい、その仕事をさせてもらえない、はい、見とれと、うん触るなって、仕事をさせてもらえんっていうのがすごい、精神的にきつかったね。どやされるとか、小づかれるとかっていうのはそんな大した問題じゃなかったね。いやー、全般的に大体最初にやらせてもらう仕事はまず怒られるとこからやったね。もう毎日怒られる連発やったね。初めてお客さんの前に立たれた時は緊張されました？それとも何か別の気持ちある？いやー、緊張したとやっぱ嬉しかったのと、でもなんちゅうかね、やっぱやっと一人前になれたっていうなんか喜びみたいのもあったね。お金の取れる職人になったっていう気がしたね。こういうことやね。この流れに沿って包丁入れると。石川県はやっぱり鮮度が命。新しい魚をお客さんに食べてもらう、切って握って出す、このどういうていうかね、単純な作業やけどもそこにはうまいまずいの良し悪しが出るんじゃないかな、単純なだけに差が出るところっていうかね、一つの料理っていうかね。こんな感じでいきますよ。よいしょ。こういう感じで。お待たせしました。まずはようにこれテープ留めたやつは12個一緒のやつです。そっちはママ自分のやつです。ありがとうございます。ありがとう。
3人やねん、3人やねん。はい、川田です。はい。はいはいはい。さて、今日も頑張りますか。よし。うげ。もしもし。暮らしとジャムシ。はい。今もう来るの。もう来る、すぐ来る。ジャムシ一つ準備してくれるけ。これ今朝焼いたやつね。とうとう出番がやってきました。外は焦がしたけど中は黄色いでしょ。もう一人待たれる。牛すじにあとね。牛すじあります。はい。そうですね。まあ、4時間ほどでやめて。俺はちょっとよく来られるんでしょうか。よく来ます。おすすめのメニューとかございます？茶碗蒸し美味しいよ。ちらし寿司とか食べられる。ちらしやあー今日の味はいかがでしょうか。美味しい。ハイボール。はい。角ハイだけ。角ハイです。はい。あ、お疲れです。飲んじゃった。あ、いいですよ。お疲れです。どうも。たまたま偶然で。ねえ。あ、5名様で。はい。あ、テーブルの方。はい。理由なき犯行や。来た来た。これ岩もず。マルボンちょうだい。いらっしゃい。嘘つけー。すぐ伸ばして切りましたもん。これ結構240円。で丸ボロが240円。僕に言ってから時間長くなる。
トロテッカーね。夜なの本当見えないの。はい。だから大阪とか鉄板文化やね。ああいうお好みとかよく鉄板の上でこういう鶏じゃなくても豚でも牛でも鉄板で焼くときはくわ焼き。大阪のあの鉄板屋さんでね。いただきます。